はい、皆さんこんばんは。本日はですね WeTech XDM40 リアル刻印バージョンをご紹介したいと思います。はい、この銃はですね私のではなくいつもお借りしている和田さんの銃になります。いつもありがとうございます。東京マルイのですね XDM も以前和田さんからお借りして実写したことがあります。東京マルイ製はとにかくですねブローバックスピードが素早くリコイルも非常に強かったのを覚えています。この見た目でですね好き嫌いがあるかもしれませんがグリップも非常に良くてですね良い銃というふうに感じたのを覚えています。今回ですねWE 製のですねメタルスライドでの XDM がですねしかもリアル刻印で入手されたということだったので東京マルイ製とのですね違いがどんな感じなのかなというのも気になっていたので今回お借りすることになりました。はい、手にした印象ですけれども刻印がですね非常に彫りが深いのが印象的でした。あと質感もですねマットなブラックで重量感がある見た目もですね特徴的です。あとですねかなり重量感があります。約1キロぐらいあると思います。東京マルイ製はですねどちらかというとですね茶系が少し入ったような感じのブラックのような感じもしたので、見た目もですねちょっと違いがあるかなというふうに感じました。はい、こちらが東京マルイ製ですね。若干色味も違うのがなんとなくお分かりいただけますかね。なんといってもですねXDM はですねこの近未来的なですね外観、これが非常に特徴的かなというふうに感じております。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、マズルはですね40スミス&ウェストンの形状になります。実銃はですね9ミリとあと40スミス&ウェストン、あと 45ACP 弾のですね弾薬バリエーションがございます。今回ですねこちらワトさんのカスタムでもともとアウターバレルに 11mm の正ネジのネジ切りが入っているのでサプレッサーがですねカスタムとして取り付けられています。はい、フロントサイトはですね周光アクリルが入っている形になります。はい、リアサイトですね今回これ多分ですけどDCI のですねマウントベースが取り付けられていて、その上にですねトリジコンタイプのドットサイトレプリカになりますけれども、こちらがカスタムで載せられています。はい、フレーム下部にはですね20mm のピカティニレールがあります。そこにですねX300 のライトのレプリカですね、こちらが装着されています。こちらはですねしっかりついてる、ガタつきはないですね。はい、レールの後方にですね銀色のですねこちらですね、はい、こちらにですねシリアルナンバープレートがあります。でこちらですね前後に動きまして後ろの方にですねスライドずらすとセーフティーになってトリガーがロックされる構造になります。はい、スライドにはですねこちらとですね全部とですねあとはい後部あと左右にですねセレーションが入っております。はい、スライド左側の刻印はこの通りになります。先ほども言いましたけれども刻印の形態がですね東京マルイとはちょっと違いますね。こちら WE 製のですね結構深く彫られているようなイメージがあります。しかもですねこちら東京マルイですけど、はい文字の形態もそうですし文字もですね実際違いますね。はい、あとですねこちら下にはですね警告文の刻印が入っております。はい、スライドストップはですねこちら左側のみになります。こちらは金属でできております。はい、トリガーにはですねトリガーセーフティーがですねこちらですねついております。はい、グリップは滑り止めのですねトレッドが入っていて、こちらかなりグリップ力はあると思います。はい、グリップこちらですねスプリングフィールド INC の刻印が入っていて、東京マルイさんはですねこちら東京マルイの刻印なので
ここら辺もちょっと違いますね。残念なのはこちらのメイドイン台湾の文字ですかね。はい、はい、先ほどですねスライドの色合いはですね結構違うかなと思ったんですが、はい、フレームもですね若干色合いが違いますね。東京丸いの方がですね光沢感がある黒かなという感じがします。はい、バックストラップこちらですね。こちらはここのピンをですねピンポンチ等で、抜くとですねS、M、L サイズに交換可能になります。現状今こちらは S をつけていてこの通りですね。 M サイズと L サイズ、こちら好きな太さにですね変えることが可能になります。はい、グリップ上部にはですねグリップセーフティーこちらですね、こちらがついております。はい、スライド後部にはですねコッキングインジケーターこちらですねコッキングをするとですね、はい、この通りですね。ここは出っ張るのがお分かりいただけますでしょうか。でこちらをコッキングを打つとこの通りへこみます。はい、スライド右側の刻印はこの通りになります。こちらですねスプリングフィールドアーモリー USA の刻印が入っています。はい、こちら丸井さんの方には入ってないですね。はい、はい、しかもですねこのスライド上部こちらですねスプリングフィールドアーモニーにですねロゴマークが入ってるんですね。こちら非常に嬉しいですね。またチャンバーの後ろにですねこちらですねローディングインジケーターがこちらダミーですけれども存在します。はい、東京丸井さんのもですね一応こちらにはついています。はい、ちょっと残念なところというかですねこれ東京丸井さんのチャンバーの刻印こちら40スミス&ウェッソンの刻印が入ってると思うんですね。でこれが WE 製なんですけどもこちらドット24キャリバーカッコ 6mm という刻印が入ってるんですね。こちらは実重刻印ですね40スミス&ウェッソンの刻印にしてほしかったですね。はい、こちらはマガジンになります。マガジンの相談数は26発シルバーメッキが施されています。はい、テーブの刻印がですね東京丸いと比較すると、若干違ってますね。はい、ただ東京丸いのマガジンですねこちらと互換性はあります。はい、東京丸いのとですねスライドとフレームの交換をちょっとしてみたいと思います。はい、じゃあまずですね東京丸いのこちらがスライドですね。でこちらが WE のフレームになります。これはつけてみます。はい、こちらは全く問題なく装着できました。と空打ちなんですけど、はい、この通り実写も可能になります。じゃあ今度 WE のスライドに東京丸いのフレームでやってみたいと思います。こちらも装着は可能ですね。空打ちははい、こちらも実写は可能です。ただですねスライドストップがですねこちら WE 製のは直接ここのスライドにかかってるんですね。で東京丸いのはですね多分内側の金属プレートにかかってるのでWE のスライドを東京丸いのフレームにつけるとですねスライドストップはかからないというのが分かりました。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい、こちらですねコッキングしてこちらにですねスライドを合わせていただいて今度ですねテイクダウンレバーを上に上げます。そうするとこの通りスライドとフレームが分解できます。でこちらがリコイルスプリングガイド一式ですね。はい、こちらになります。こちらがアウターバレルとインナーバレル一式になります。
リコイルスプリングはスチールですね。リコイルスプリングガイドはスチールじゃありません。はい、こちらアウターバレルですが、簡単にインナーバレルと分解できますね。はい、こちらも金属製になります。はい、東京丸いのはですね、樹脂製になります。はい、こちらがスライドもこちらは金属製になります。はい、スライドストップはここにですね、直接かかる感じになりますね。はい、こちらは機関部になります。はい、機関部もですね、若干スチールパーツが使われているようですね。はい、はい、ピストンの部分ですけれども、上がWE 製、下が東京マリンになります。若干ここのですね、開口部のところがちょっと違いますけど、やはりほとんど互換性があるんじゃないかなというふうに思われます。はい、全体の感想になりますけれども、一部、刻印の残念なところはありましたが、質感やですね、その他の刻印を含めた見た目はですね、非常に高級感があると思いました。特にスライド上部のですね、スプリングフィールドアーモリーのロゴマーク、これは非常にいいかなというふうに思います。リコイルもですね、東京丸いよりですね、メタルスライドの分、重さを感じることができるかなというふうに思いました。やはりこの銃のですね、特徴でグリップが私はとても非常に握りやすくて、連射もしやすいなというふうに思います。近距離でのですね、命中精度も良い方だと思います。やはり撃ちやすさが影響しているのかなというふうにも思いました。内部もですね、東京丸い製とですね、互換性は非常に多くて、カスタムしやすい点もいいんじゃないかなというふうに思います。見た目でですね、好みが分かれるところもありますが、私はこの見た目好きですし、それ以上にですね、この打ちやすさ、これを非常に強く感じます。注意を挙げればですね、こちらガスを入れすぎるとですね、特に冬場はですね、生ガスが出ることがたまにありました。はい、刻印類はですね、非常に深くて、スプリングフィールドアーモリーのロゴマーク、こういったものもですね、非常に入っていて、リアル志向の方にもですね、満足いく携帯なんではないかなというふうに思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。